それではここからはセクション4番の 2D アニメーションの入門編を行っていきたいと思います。第8項で 2D アニメーション入門1ということで設けていますが、今回そのアニメーションを制作する中で、アンカーポイントと親子付けについて改めて理解であったり、プレコンポジションについてもこちら再理解、どういう風にプレコンポジションを使い分けたらいいか。で、パペットツール、この上部にパペットピンツールがあるんですけれども、これも今回必要に応じて使い分けながらリッチなアニメーションモーションを作ろうと思ってます。なのでこちらについての使い方、あとはキーフレームとグラフエディタについて、前回の講義でですね、キーフレームを打ってアニメーションを作って、そのアニメーションの緩急を変えるためにグラフのアニメーションのキーフレームの保管方法の変え方とか学んだんですけれども、それをもうちょっと詳しく深掘りしていきます。で、一番最後にエクスプレッションについて、キーフレームを打った後に、このポジションとかいろんな要素に対してエクスプレッションというですね、プログラミングみたいなものを付け加えることができるんですけれども、この付け方であったり、なぜこのエクスプレッションの技術が重要かというところも、学んでいきたいと思います。それでですね、ちょっと一回ワークスペースの表示を変えます。皆さんにリュイックアンジェラのダウンロードというのは行っていただいて、組み込みも行っていただいたと思うんですが、もう一つ大事なスクリプトファイルを、インストールするのを前回触れていなかったので、ちょっとすみません。一回この After Effects は、閉じていただければと思います。一度閉じる前に、Save As からデスクトップあたりを開いて、coloso01.aep こちらの名称でプロジェクトファイルを保存してみてください。保存が完了しましたら、右上のバツから閉じてください。そこで、前回コロソの Google ドライブの URL を共有したと思うんですけれども、この中から、スクリプツ、そして After Effects のフォルダを開いて、この、6つのファイルがあると思います。これを適当にすべて選択して、右クリックダウンロード、または、このすべてダウンロードというところを押していただいて、デスクトップあたりに保存してください。で、私はすでにこのデスクトップに01020304の PNG、そしてファルコ AE BPM マーカーとファルコ AE2 リセットというのを保存してますので、これはデスクトップとかに適当に保存してみてください。保存が終わりましたら、この6つのですね、ファイルを保存して、コピーして、Windows C からプログラムファイル、Adobe After Effects の2025。これはバージョンによっておそらく名称変わる人もいますと思いますので、私の場合は2025。このフォルダを開き、サポートファイルズの中にスクリプトというフォルダがあるので、こちらまで辿ってください。その中にスクリプト UI パネルズというフォルダがまたさらに存在します。ここも開いて、で、このディレクトリの直下に先ほど Ctrl+C でコピーしたものを貼り付けてください。私はもうすでにこちら存在しているので、ファイルを置き換えたものとして、飛ばさせていただきます。今何をしたのかというと、今回そのいろいろその作業の効率化ということを考える上で、優勝プラグインとかいろいろプラグインをダウンロードする手間というのが皆さんに発生してしまいます。なので、なるべく私が自作でいろいろ作業効率化に役立つような機能の、JSX ファイルですね。こちらを作成して皆様にお使いいただけるように整えております。では、改めて After Effects を起動しましょうか。起動が終わりましたら、スタートアップ画面で最近開いたプロジェクトファイルを案内する画面が出てきますし、これが出てこない方は、左上のファイルから Open Recent ファイルで、デスクトップに保存している coloso01.ae プロジェクトファイル、こちらを開いてください。で、先ほど登録した JSX ファイルなんですけれども、こちらは DuicAngela と同じ容量で、ウィンドウから下をグッと辿ってスクロールしていって、ファルコ、私の名前のついた JSX ファイルがあります。この BPM マーカーとツールセットですね。まずツールセットの方を起動しましょうか。そうすると、おそらく皆さんもこういった画面のフローティングウィンドウが出てくると思います。これを適当に、また DuicAngela と同じ容量で、この名前の部分を掴んで、ここら辺にドッキングしましょう。で、もう一つ JSX ファイルをダウンロードしたと思うんで、この BPM マーカー、ウィンドウから下に辿って、
このファルコ AEB ビームマーカーというのを起動してください。同じく、フローティングウィンドウでこういったものが出てくると思います。これもちょっと置く場所には困るんですが、そうですね。一旦ちょっとこっちの方に移しときましょうか。プレビューの下あたりに私今移しました。これで、正式にスクリプトの、正式な準備は完了です。では、今から、諸々の準備また整いましたんで、ちょっと私のまた考えながらやっていくわけなんですけれども、まずかなりレイヤー数が多いんで、このまま作業をするにしても結構困っちゃいますね。なので、レイヤーの整理からグループ分けっていうのから始めていきましょう。そうしたら、まず、目に関する、このお化けキャラクターの目に関するレイヤーから先にグループ分けしていきましょう。で、シフトを押しながらこの9番から18番のレイヤーを選択して、右クリックでプリコンポーズというのがありますので、これをクリックしてください。名称は適当に、目、セットとかで大丈夫です。今、プリコンポジション。ちょっとこのメインのプリコンポジションの名前が、この01アンダーバー U レ XGM のままなんで、プリコンポーズした後、ちょっと一回何も選択しない状態、またはこの空の部分をクリックして、右クリックでコンポジションセッティングというのがあるので、これをクリックしてください。私はいつも大元のメインコンポジションの名前をメインコンプという風にしております。一応01。メインコンプ01という名称にして OK してください。これでメインコンプ01という大きな箱の中に、メセットという箱が存在することになります。このタブキーを押して今の箱の表示、どういうフローになっているかっていうショートカットキーは大事ですので、ここはよく、使ってみてください。目の箱を開くと、このように先ほどレイヤーまとめたものが入っています。目についてはこれで以上なんで、タブを押してまたメインのコンプ01に戻ってください。では次にちょっと紙のレイヤーもかなり非常に多いんで、19から26選択して、このラベルのカラーを例えば適当にグリーンとかにしてみてください。その下にも紙8、39番から46番まで紙に関するパーツがあるので、これもラベルのカラーをグリーンにしましょう。で、ちょっとここから儀式的な作業をするんですが、例えば19紙01だけを選択して、これをプリコンポーズ。で、Leave all attribute in main comp 01。この紙01に存在するすべての要素をこのメインコンプ01というコンポジションに残しますかどうしますかという選択なんですが、これ今はこの上のチェックポイントに丸をつけて、その名称もコンプ1っていうなってるんですけれども、このまま OK してください。今、紙のこの19番の紙01だけが取り残されて、新しい箱がメイン01の中に作られました。この作業が後ほど重要になってくるので、今はこのプリコンポーズのする作業だけをしてみてください。同じく20番の紙選択したらプリコンポーズをして、Leave all attributes in main comp 01にチェックをした状態で、エンターか OK を押してください。紙アクセサリーについても、これもプリコンポーズでエンター。この作業をしばらく続けます。すべての、紙のプリコンポーズが完了したので、タブを押すとこのようにたくさん箱が並んでいる状態になっているのがわかると思います。ここでペアレンティングについてもう一度やってみましょう。今、この34番顔というものがあります。ちょっとわかりやすくラベルカラーをフクシアピンクにしますと、顔だけ動かしても他のパーツが取り残されてますよね。顔に関するパーツをすべて親子付けさせた状態にしてあります。まず先ほど選んだ紙を、この34番顔、ナンバーとしては25番ですね。これにペアリンティング。こちらの方も、34番顔の方にペアレンティング。こんな感じですね。あとは、先ほどプリコンポーズした目と、耳、あと頬の赤らみ、LR。で、口。あと耳ですね。
で、これらも顔に関するパーツということで、もう、これらもすべてグリーンにしちゃいましょう。で、顔にペアレントしてください。こんな感じで顔を選択して動かすと、他のパーツがくっついているのがわかると思います。で、ちょっと先に紹介漏れましたが、今回作る、アニメーションのプレビューとして、先ほどの幽霊のキャラクターなんですが、こんな感じで可愛らしく動く、このモーションを、今後目標として作成目指していきましょう。口も動いたり、上腕とか各パーツも腕も動いたり、髪もそれに応じて揺れたりとか。で、あと背景にゆらゆら揺れている炎があると思うんですけれども、これも今回ちょっと作りたい、エフェクトの一例ですね。このカートゥーンチックなスタイライズドな炎の作成を目指していきましょう。そして、ちょっと今説明せずにやってしまいましたが、例えば適当にいろいろその箱での作業をやっていくと、もう見ての通り、こういう感じでタイムライン上に非常に多くのコンポジションのパネルが同時起動している状態になっていると思うんですね。で、これが多くなりすぎると、かなり作業的に煩わしくなってしまうんで、適度にこのメインコンプ01を右クリックして、クローザーザータイムラインパネルというのを押してください。そうすると、メインコンプ01以外のコンポジションがすべて閉じられた状態になります。またそれぞれ編集したいときはここでダブルクリックしたらこうなりますし、適度に消していただいて、作業に集中していただいて大丈夫です。そうしましたら、今からデュイックアンジェラの機能の操作方法について、根幹の部分に操作方法を説明していきたいと思います。まず、デュイックアンジェラというのは、防音を設定する、そのキャラクターに防音という、一つの骨組み、リグを与えてくれるようなツールですね。で、このデュイックアンジェラのパネルについてまず説明していきます。よく使うのがですね、この、まさに、防音という、はい、今表示出てると思うんですけれども、この虫眼鏡のような、マークをしているものが、これがボーンです。で、その次、リンク&コンストレイント。で、これも次によく使います。その他のコントローラーとか、この右側のアイコン。これは実は今回ですね、一切使いませんので、これとこれ、こことここだけを往復するような感じでまず覚えておいてください。いろいろ機能はあるんですけれども、今回の講座ではこれらは扱いません。そうしましたら、まずこのキャラクターにボーンというものを設定していきたいと思います。の前に、胴体01、胴体02、今ソロレイヤー表示にしてこの2つだけを表示させました。これもちょっと今分かれてて、めんどくさいですよね。一旦これも胴体を0102セットということでまとめちゃっておきましょう。こんな感じですね。で、これの色もフクシアピンク。という感じで、今、こういう整理状態になってると思うんで、ではここからやっとボーンのセッティングしていきましょう。まず、上腕の R、前腕の R1、前腕 R2。これを一旦ソロレイヤー表示にしてください。で、一応、この先ほどまとめた胴体0102セットっていうのも表示させておいて、T を押して、オパシティの部分を一旦50とかにしておきましょう。上腕と胴体の接続部分っていうのを可視性良くするために、今わざとオパシティの方を100から50にしました。ではまずこの試しにこの上腕 R の方と前腕 R1、R2 をボーン設定してみましょう。で、ボーン設定する前にこれも紙と同じくプリコンポーズしてそれ専用の箱を作ってあります。右クリックを押してプリコンポーズでそのままエンター。この前腕 R2 も右クリックしてプリコンポーズそのままエンター。上腕の箱と前腕の箱がそれぞれ作られました。そして、
このツールバーに、こういったレクタングルツールっていうのがあります。まずマスクについて説明をしておきます。マスクというのはその画像の任意の部分をクロッピングする機能です。例えば、一旦ちょっとソロレイヤーをすべて解除。この上腕だけで説明しますと、ここにペンツールというのがございます。Adobe Illustrator のようにペンツールでパスを書いて、そのパスの中に存在する部分だけ表示される。これがマスククロッピングという概念ですね。それで、このペンツールではなくて、図形の形に応じて、その画像に対して、レイヤーに対してマスクを作成してくれるのがこのレクタングルツールです。四角形でやると、こんな感じで、この上腕に対するマスクが自由に作成できます。マスクというのは後からこういう風に移動することも可能です。で、このマスクをちょっと使って、このレクタングルツールで、この上腕 R というのを、こういう風にちょっと囲ってあげてください。先ほどのちょっとソロレイヤー表示に戻して、先ほどの状態というのがこんな感じだったと思います。次に前腕 R1 もレクタングルツールを選択して、これにもこんな感じで、ちょっとゆとりを持たせてマスクを作ってください。ちょっとゆとりを持たせることが大事です。前腕 R1 もそうですね。ちょっとゆとりを持たせて、こんな感じで、この円柱を囲うようにマスクを作ってください。そしたらここからパペットツールの説明にも入っていきます。リギングをする上で一番大事なのが、関節の起点を決めるということですね。上腕であれば、肩からその可動域で動いて、その肩の先にある上腕が、連動して動いて、その先にさらにある前腕も連動して動いて、という風に、すべてのパーツが一つなりに、動いているっていうのが人体の構造の基本です。肩の接続部分にあたるこの上腕、ちょっとわかりづらいんで上腕だけ説明しますが、この上腕の肩にあたるところに、こんな感じで、パペットツールを選択した状態でピンを打ち込んでください。そうすると、このピンを掴んで動かしても、特に何も、不思議なことはないんですけれども、ちょっと今試しにもう一つピンをここら辺に打ってみてください。これは、上腕の前腕の部分の連結部分といいますか、この、要は肘関節の部分ですね。今肘関節の真ん中ら辺の部分にピンを打ちました。その状態で、パペットツールの状態で今作成したこのピンに対してクリック。そのまま動かしてみると、こんな感じで、もう片方のピンは画鋲みたいに固定されて、片方のパペットを動かすと、こんな感じで自由に伸縮することがわかります。このパペットツールの伸縮具合については、エフェクトコントロールから、このメッシュローテーションリファイン名ですかね。リファインメントですね。ちょっと名称がおそらく縮小してますが、このマスクのですね、伸縮具合といいますか、状態っていうのをこの数値で規定することができます。先ほど20の状態だと、少し若干曲がる状態があるんですが、1の状態だとあまりそれぞれのメッシュが、それぞれのその、なんと言いますかね、角度というか距離感を維持したまま伸縮するようになります。このパペットのこのメッシュローテーションリファインメントの部分を1に設定しておいてください。
そしたらボーン作成を続けていきます。次に、前腕 R1 の部分も先ほどマスクを作って囲ってあげたんで、マスクがないですね。前腕 R1 を選択した状態で、この肘の関節部分の中央ら辺にポッとピンを打ってください。で、もう片方、手の接続部分にこういう風にピンを打ってください。で、前腕 R2 に移ります。前腕 R2 もこの手首に当たる部分にピンを打ち込んでください。そうしましたら、上腕を選択してパペットツールにした状態で、今、上腕に対してはこのピン2つ打ち込まれていると思うんですけれども、この外側からこういう風にクリック、ドラッグしてあげると、ピンがすべて選択された状態になります。ここでちょっと Do カンジェラの機能を使ってみます。このピン、いちいちこういうすごく小さい丸を掴んで動かすっていうのがかなり見づらくて難しいんで、このピンも別のレイヤーで操作できるようにしてあげましょう。Add Pins っていうのを選択します。このリンク&コンストレントの中に Add Pins というのがあるので、ここをクリックしてください。そうすると、選択したパペットの、ピンに対して、新しいパペットピンというですね、別のそのヌルのようなものが作成されます。これは、ちょっと見やすく一番上に、置いてありまして、名称を変えましょう。前腕というのはフォアアームと言います。フォアアームの R で、ペアレントという風にしてあげましょう。右側の前腕の親にあたる。で、今選択しているこのピンに関しては、肩と言いますか、上腕部分にあたりますんで、アームの R という名称付けをしてください。今は何してるかちょっとわからないと思うんですけれども、同じように真似して今はこの作業をしてみてください。次に前腕 R1 のパペットをこれも作成したと思うんで、パペットピンツールを選択した状態で、マスクの外から、大きく外からグッとドラッグドラップしてあげると全て選択した状態になります。これで、Add Pins を選択すると、同じく、このパペットピンが前腕 R1 に対しても作成されると思いますので、こちらのリネームを行います。手首の部分はハンド R。同じくフォアアームの部分はフォアアーム。で、すでにフォアアームペアレントがあるので、こちらはフォアアームチャイルドとしてあります。これで、アーム R、フォアアーム R、ハンド R ができました。で、前腕 R2 のソロレイヤー表示を表示させてあります。パペットツールを選択した状態で、または、このエフェクトという欄があると思います。エフェクトのところに、これはゼマル欄ですね。このエフェクトのところに、パペットというものが設立されていると思うんで、これを開いてあげて、メッシュ、デフォーム、パペットピンと。このペンに対するプロパティっていうのは、パペットメッシュ、パペットピン1というところに存在します。例えばここのポジションの部分を変更すると、こんな感じで、先ほどドラッグして動かしていたところは、ここにリンクしています。試しにこのパペットピン1というところをクリックして選択された状態になるんで、これを選択されていることを確認してからアドピンズを押してください。同じように、ピンが新しく作成されます。すでにちょっと &R が存在していたので、ハンド R のリネームを行っておきましょう。ハンド R ペアレント。こちらはハンド R チャイルド。そして、チャイルドの方をラベルカラーを黒にしてあります。そして、ここは親に従うので、フォアアーム R のチャイルドを、このペアレントピックウィップ、このウィップというところを掴んだ状態で、このフォアアーム R ペアレントというところに離してあげてください。それと勝手にペアレントが、
このフォアアーム R ペアレントの方に接続されます。他のレイヤーにしてもこういう感じで自由に親を決めることができます。ハンド R チャイルドもハンド R ペアレントに接続してあげてください。そうすることで何が行われたかというと、フォアアーム R ペアレントのピンをこのように画面上で動かしてみると、こんな感じで上腕前腕それぞれフォアアーム R というピンがあるので、この子供と親部分が上腕と前腕の接続部分に当たります。ちょっと本当に今は儀式的な作業が続いているんで、ここからじゃあボーンのセッティングを実際に行ってみて、こういう風にリグが行われるんだなっていうところを理解してください。では今からこのリグの方に移っていきます。これで上腕、腕の R のですね、下準備は完了です。アーム R、フォアアームペアレント、ハンド R ペアレント。この順番に正しくアーム、フォアアーム、ハンドと選択した状態で、このボーンのタブの方から、ホミノイド。要は人間ですね。というところの横に、この3点リーダーが、3つの丸があると思います。これをクリックしてください。そうすると画面がすごい小さいんですけれども、アーム、レッグ、スパイン、ヘアという項目が表示されると思います。このさらに横に、この歯車のマークがあると思うんで、今回はこのアームオプションズというのを開いてください。こんな感じで、アームのセッティング画面が開いたと思います。で、この腕って私今 R とライトという風に右側と設定してるんですけれども、人体の解剖学的には、本来こっちは自分から見て左側ですよね。一人称から見て左手なので、医学的とか解剖学的にはレフトが正しいんですけれども、私作業する上では、その見た時の直感の分かりやすさというところを重視しているんで、わざとこっちは R 部分という風にしています。時間が経つと消えちゃうんで、アームオプションズもう一回開いて、このライト、ここのレフトとか、この部分をクリックすると、レフト、ライト、ノーンと切り替わりますんで、これをライトとしてやれてください。そして、ショルダー、アーム、フォアアーム、ハンドとチェックボックス入れるところがあると思うんですけれども、これはちょっと複雑な説明になってしまうんで、今はアーム、フォアアーム、ハンド、この3つをチェック入れた状態で大丈夫です。そうしましたら、このアームというところをカーソル移動させると青く反転すると思うんで、ここをクリックしてください。そうすると勝手にですね、この先ほど規定したピンの位置の情報に従って、ボーンの開始位置、終点位置、で、また前腕のボーンの開始と終点、手のハンドのボーンの終点と支点っていうのが自動的に計算されてボーンが組み込まれます。で、今これ選択されているもの、これは手の先ですね。適当にここら辺にドラッグして移動させておいてましょう。で、ただ、今これ移動させてもわかるように、全然まだ前腕とか腕の動きみたいに、ボーンの動きに従ってパーツがまだ動くわけじゃないんですね。これはただボーンの骨組みのテンプレートが作成されただけなんで、ここから画像とリンクさせてあげます。今、このタイムラインパネルには、ボーンのアームチップ、要は手の先端ですね。ボーンのハンド、ボーンのフォアアーム、ボーンのアームというのが制作されています。これに対して、アームの R と私が名付けたこのピンを、またこのウィップを掴んで、ボーンのアーム fr.r に離してあげてください。このピンの、パペットピンの、塗ると、このボーンを今親子付けさせてあげる、そういう作業を行います。フォアアームアンダーバーペアレントも、ボーンフォアアーム。ハンド R ペアレントも、これはボーンのハンドにリンクさせます。これで何が起こるかというと、例えば